ボンジュールめぐぐです。今日はパリで大人気の韓国料理屋さんギビンに一人焼肉に来たのでちょっとだけご紹介します。たらーん、満席。アジアのお米、さっぱりめ。今日来ているのはパリの2区にあるギビンという韓国料理屋さんです。ベラザカルニエ宮から徒歩11分ぐらいのところにあります。店内は満席、常に満席でお外に行列できてます。上の階もあります。わー、お客さんは韓国人も日本人もフランス人もたくさんいます。フランス人が多い印象です。メニューなんて書いてあるか韓国語わからないけど多分ギビンだと思う。じゃーん、まずはこんな感じ。ビビンバランチ12ユーロ。安い。12ユーロ安い。石焼きビビンバ、石で焼くとちょっと高くなるんだね。あとこのバンチャン付け合わせいっぱいついてきます。パリでね12ユーロでこのボリュームのランチ本当にない。本当にお得。次は前菜ページで、ここねクラゲサラダあるの本当に珍しいですよ。クラゲサラダあるの。クラゲサラダありますとか、トッポギ30ユーロ、チヂミ 12.5 ユーロ。高いと思うでしょ。でもねすごいボリュームだからこれ分けないと食べきらない。トッポギは2人前2人前です。納豆チヂミ、とか餃子とか、あとねここのねチャプチェ本当に美味しいから食べてほしい。ここのチャプチェ本当に美味しい。ニンニクが効いてて、これもでもボリュームたっぷりで日本人の方なら 2,3 人で分けするのがちょうどいいと思います。あ、ユッケもありますよ。ここユッケも美味しい。洋梨ラフランスとかを使ってるユッケでね、これがまた美味しいの。続いてメインに入ります。まずは韓国料理といえばサムギョプサル32ユーロ。これも2人前からです。結構なボリュームです。でスープ系ですね。餃子スープとかユッケジャンとかあります。その下はビビンパです。だいたい15ユーロ前後ですね。かなりお得なお手頃なお値段設定となっております。スープもメインに含まれるんだね。キムチチゲからずらずらっと並んでます。メインっていうぐらいの量のスープです。バーベキュー、ここが焼肉のページです。ダッカルビとかね。今日私が頼んだのはデジプルコギイカ入りです。21ユーロです。カモのプルコギとかすごい美味しいらしい。このお店のこのカモのプルコギっていうのが本場韓国人にすごい人気らしいですよ。とっても美味しいんだって。でこのバーベキューとかには全部、付け合わせのバンチャン、お野菜とかと、あとお米ご飯がついてきます。そしてデザートページ、こう左上にあるのは雪見餅アイス。フランスでも雪見って呼ばれてます。ここは手作りで結構大きくて分厚いお餅でくるんであるのですが、日本の雪見大福とは全然違うんだけどちょっと癖になる美味しさです。食べてみてください。抹茶と黒ごま味があります。一番下のメロナバーも美味しいです。知ってるかな。メロンの形をした入れ物でメロンの頭をポコって取って食べるアイス、メロン味のアイス、あのアイスのお味です。アルコールはこんな感じです。アペレジフ、食前酒からビール、韓国のお酒、マッコリとかもあります。もちろんワインは絶対ありますとかね。ジャスミンティー、蜂蜜、柚子蜂蜜とかも美味しいです。フランスではお食事が終わった後にもう1回メニューがテーブルに運ばれてきて、コーヒーとデザートいかがですかって聞かれます。2回注文があります。まずはお水がやってきます。キャラフド水道水です。これはどのお店でもタダです。タラーン、食べかけてごめんなさい。今日頼んだのはデジプルコギイカ入り、ポークのプルコギのイカ入りです。これで1人前なんだけど結構なボリュームがあります。来る直前に焼いて出してくれます。美味しい。続いて韓国ティーとバンチャンです。韓国料理ってこういうのいっぱいついてくるの嬉しいですね。ここねキムチも美味しいです。
とお米ついてきます。結構なボリュームでしょ。いただきます。韓国料理ってお茶碗持っちゃいけないんだよね。ついつい持っちゃう。お米も結構ねしっかりしてちゃんとアジアのお米がいっぱいくっついちゃってるけど、ちゃんともちもちのお米で、タイ米みたいじゃなくてしっかりとみずみずしいお米です。開けたてのねお米の香りいいですよね。でメインのポーク焼いて出してくれるんだけど、ちょうどいい焼き具合。日本で食べる豚肉キムチ炒めみたいな感じのお味です。お肉も美味しいです。すごい質のいいお肉使ってると思う。で他には玉ねぎとか人参とか入ってます。味付けはフランス人に合わせてなのかそんなに辛くない。他のものいろんなもの頼んだことあるんだけど、何頼んでもそんなに辛すぎなくてちょうどいい辛さだと思います。でキムチね、今日ねなぜか茎だけなの。茎がいっぱい入ってきたんだけど茎でも美味しいです。あと熟成度合いによって違いますが、今日のキムチはさっぱりめで美味しいです。これもそんなに辛すぎないです。でワンチャン説明していくと、キムチでしょ。これは、なんだっけ、グリーンパパイヤだっけ。これ大好きなの。コリコリしててグリーンパパイヤのキムチあえみたいなと、ちょっとね全部ね待ちきれなくて食べちゃったんだけど、これほうれん草なんだろう、ほうれん草ではないんだよな。なんか緑の葉っぱで、これも好きなの。もやしの和え物、もやし、人参、きゅうりの和え物と、もうずっとドアップでごめんなさい。と、失礼します。私箸で失礼します。と、レンコンの甘く焼いたかにつけたかした甘いお味のレンコン、ごまがかかってます。と、まだあるのすごいでしょ。これ。わかめの酢の物、これも大好き。わかめ、きゅうりと人参が入ってるんだけど食べちゃったと、最後まだあるの。最後はこれ日本人の方好きだと思います。私も大好き。小魚のちょっと甘く絡めたやつで、しらすかなです。これもねすごく美味しい。ご飯にとてもよく合います。このバンジャン全部を1234567個ついてくるのすごくないですか。このボリュームでメインの豚肉のプルコギ、イカ入りプルコギで全部のセットで22ユーロ、すごくないですか。パリにしては22ユーロってかなりお得。お飲み物は別ですが、それ以外でほんとお得でお腹いっぱいになる。日本人だったら食べきらないんじゃないかなってぐらいです。でも人気なのは韓国人の人もパッと見るとみんなサムギョプサルとか食べてます。で横のフランス人の人はやっぱりお肉、鶏肉じゃないとって方もいらっしゃるので、鶏肉のバーベキューを食べてたりとかします。プルコギも人気みたいでね、一生懸命ねキムチとは何かとかねすごいフランス語で話してるのがなんか可愛らしいなって思います。ちょっといただきます。持っちゃいけないね。これ声聞こえてるのかな。このお店ね、とっても常連客の方とかが多くて、パリに住んでいる韓国人はもちろん韓国に住んでいますっていうザ・韓国人の人からもすごく人気の韓国料理なので、本当に本格的な韓国人も認めるパリの韓国料理屋です。もちろん韓国人以外にも日本人のお客さんがとても多かったりとか、わざわざアメリカからとか口コミを聞いてきましたっていうお客さんが来たりとか、とても有名で、その常連の中の一人私
本当に美味しいしボリュームが多くて、今のパリの外食費で22ユーロとか10、ビビンバとかだったら多分10何ユーロ、17とかするくらいだったんですけど、なんか20ユーロ前後でお腹いっぱい本格的な美味しい温かいお料理が食べれるっていうのが結構パリでは貴重で、その中でもここはとてもボリュームが多くて本当に本格的、材料もしっかりいいものを使っているので健康にもいいしね、アジア食なので、とってもおすすめだし、私もパリ生活でよくお世話になっているお店です。店員さんもね、とっても優しいの。みんなすごい親切ですごく気遣いもできるし、サムギョプサルとかプルコギとかを頼むとその場で、今日もコンロありますが、この場でこう店員さんが焼いてくれたりとかして、お料理もちょっとわからない質問をするとしっかり丁寧に教えてくれたりとかね、とにかくサービスがすごい完璧なので、気持ちよく、間違いなく気持ちよくお食事できる場所だと思います。幸せ。これ全部食べきらなくてもお持ち帰りしたいですって言ったらちゃんとお持ち帰り用のパックに詰めてくれます。ただ生のカニのサラダとかもあって、それだとちょっとお持ち帰りできないと思いますが、それ以外のバーベキューとかは全部お持ち帰りにしてもらいますですはい、いかがだったでしょうか。今日はパリにある大人気の韓国料理屋さんギビンご紹介しました。パリに来た際にちょっとアジア食食べたいなという方はぜひ本格韓国料理屋さん立ち寄ってみてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。いただきます。